皆さんこんにちは。カレンゲームラボのカレンです。今回は突然の発表で瞬間風速的に盛り上がりを見せた今後リリースする派遣候補の新作タイトルを発表から時間が経つと忘れ去られてしまうので、時系列でババッとまとめておこうかと思います。細かい内容はそれぞれ動画を出してたりしますので、そちらをご覧くださいませ。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。一つ目はパニグレでおなじみの黒ゲームより新作オープンワールドアクション RPG 名調。これは22年5月の27日の夜から突然情報公開されて、急遽動画を作った思い出のあるタイトルです。本タイトルは荒廃したポストアポカリプスな世界観で展開されるオープンワールドアクション RPG。パニグレで得た開発経験を用いてアクション性のあるバトルが楽しめる内容となってます。とはいえものすごく難しい操作が求められるかというとそうでもないので、アクションが苦手な人でも楽しめる内容と思います。またフィールド探査やワイヤーアクションでの移動などバトル以外でも楽しめる要素がふんだんにあります。さらに可愛いキャラやかっこいいキャラが豊富にいるので推しをめでれるというのも楽しみの一つと思います。 CBT も実施され着々と開発が進んでいるのでリリースが待ち遠しい感じです。続いてのタイトルはドラゴンソード。開発はハウンド13。ジャンルはセミオープンワールド RPG。これも突然実機プレイ映像が公開されちょっとビビったんですけど、最近ドラゴンネスト2がリリースされてドラネスというタイトルがちょっと話題になったと思うんですが、本タイトルはそんな初代ドラネスの開発陣が開発に携わっているドラネスを踏襲した最新作となっております。アンリアルエンジン5を採用しハイグラフィックな映像でアクションバトルが楽しめる内容となっており、空中でのエアリアルコンボや水中探査などもできたりするので、かなり幅広い遊びが用意されていると推察します。さらにモンハンのように協力プレイができるので、巨大モンスターとのバトルにおいてはかなり楽しそうな内容となってますよね。本タイトルはまだまだ情報が少なく、今後最新情報が出れば追加で紹介したいと思います。続いてのタイトルは天智76。開発はインセプションゲームス。ジャンルはオープンワールド MMORPG。23年4月7日に突如ティザー PV が公開され、オートマトンでも紹介され話題をかっさらっていたタイトルです。本タイトルは2019年1月3日にリリースした非人類学園の IP をモチーフとした新作アニメ風オープンワールド MMORPG。 映像では移動シーンがメインとなっていて、時にはパルクールアクションもあったりと結構移動操作が豊富で楽しめそうな感じがしますよね。さらにバトルシーンにおいては通常世界とは別の空間でパズルのギミックを解いて先に進み、敵との戦闘シーンなど通常フィールドの操作とは違う形でのゲームプレイが楽しめそうな内容となってます。こちらもまだ追加情報がなく、今後最新情報があれば改めて紹介していきます。続いてはアネンディングダウン。開発はパーセスフェイトスタジオ。ジャンルはオープンワールドアクション RPG。 これも瞬間風速的に話題をかっさらっていたタイトルで、めちゃめちゃ忙しかったタイミングでの発表で慌てて動画を無理して作った記憶がございます。こういう時兼業は辛いですよね。はいで、こちらの開発スタジオまだ設立されたばかりで、噂によると開発資金の提供元はネットイーストのことです。もし本当であれば資金面で苦労することはなさそうなので、ある意味安心。本タイトルはアンリアルエンジン5を採用し開発が進んでいるとのことなのですが、かなりクオリティが高いですよね。ダークな世界観にどっぷり入り込んだような没入感を味わえ、アンリアルエンジン5の凄さを垣間見える作品となっております。さらに特徴的なのは剣による防御が行えることで、剣同士がぶつかる演出ってスマホ主体のゲームではなかなか見ることがないので、ちょっと新鮮で期待値高いですね。公開された情報がかなり薄く、今後最新の情報があれば改めて紹介します。そして最後は皆様ご存知のプロジェクト無限。開発はネットイースネイキッドレインスタジオ。ジャンルは都市型オープンワールド RPG。 本タイトルは23年8月18日に突如ティザーサイトが公開され、急いで紹介動画を作ったタイトルです。この突然来る最新情報っていうのがかなりスケジュールに無茶が入るのでマジで辛かったで、本タイトルは8月24日に最新情報が公開されたので、その内容を見ていきたいと思います。
まずプラットフォームについては前回の動画ではあくまでも噂レベルでお伝えしたのですが、最新情報では PC とモバイルとプレイステーション4と5向けにリリースされる予定。完全無料プレイのタイトルということで、噂が本当になったって感じですね。バトルは4人編成でそれぞれの特殊スキルを活用しつつ、ステージに用意されているオブジェクトを利用したり、地形を駆使してステージを踏破していくといった内容。スピード感ある移動手段としてワイヤーアクションやパルクール、壁登りなどが基本的な移動手段となっていて、キャラクター固有の移動手段も用意されており、移動している車などの乗り物に捕まって乗り込むことも可能とのこと。ということで PV 見ててこれ結構力の入ってるというか、リリースしたら派遣確定なんではないでしょうか。このクオリティのゲームがまずモバイル端末で動いてしまうっていうのがマジでやばいですよね。前回お伝えしたプロジェクト暁、これもすごくて、今後はこういったゲームが主流になるのかなとお伝えしていた矢先のことだったので、このプロジェクト無限がリリースしたら原神に続くスマホゲーム開発における第2の新しい派遣基準になりそうな気がします。ますます日本のスマホゲーム開発スタジオがやばいことになりそうな気がしますね。で PV 見てるの分かる通り、かなりこの PV も力が入ってて、ネットイースネイキッドレインスタジオの本気度が伺えますよ。一つのストーリーが完全に出来上がっていて、しっかりとウィートしているバトルシーンや移動シーン、さらにアニメーションシーンをシームレスにつなげていて、作り方がうますぎる。ちょっと鳥肌立ちましたね。これだけ見るともはや派遣級ですよね。ただし運営型タイトルなので、素材やゲーム性が良くても運営次第で良くも悪くもなるので、そこをどうやってうまく運営していくかがポイントなのかなと感じます。アネンディングダウンや本タイトルプロジェクト無限について、ネットイースさんがマジで動き出してきた感じがします。ちょっと思ったのは、話題性の高いタイトルはどれも PV 作るのがうまいですよね。ただちょっと残念なのは、日本の文化として合ってないのが PV 出るのが早いんですよね。どうしても日本ってリリース半年くらい前から PV やらプロモーションをかけていくので、リリースまでの時間が短くワクワク感を保つことができるんですけど、どうしても海外のタイトルの場合は開発初期段階から力の入った PV 見せられるので、その瞬間は楽しめるんですけど、1週間もすると新情報がなく忘れ去られていくんですよね。これがちょっと残念だなと感じております。先手を取ってイニシアチブを取るという意味では良いのかもしれないのですが、待たされる側はちょっと辛いですね。今回は気になる派遣候補のタイトル5本を時事ネタの一つとして紹介してまいりましたが、実際は今後出るハイクオリティゲームまとめみたいなものなので、ぜひ皆さん今回紹介したタイトルは忘れないようにしてください。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。これで終わりってことね。